パワー基板を外してプロテクションリレーを点検します。パワー素子を固定しているネジを外します。これは LEF 回路の基板です。裏側にもびっしり部品が実装されています。パワー基板は2階建てになっています。プロテクションリレーを外します。このリレーは密封式で分解できる構造ではありません。別のところを見ていきます。この赤い線は調子の悪かった L チャンネルのスピーカー端子につながっています。ハンダ付けが怪しいですね。接触が安定しないのでハンダを付け直します。改善しましたが、まだどこかに抵抗があるようです。ターミナルを調べます。電線とターミナルの接触が怪しいので取り外してみます。これはネジロックでしょうか。接着剤がついています。こびりついた接着剤を落として組み直します。さてどうでしょう。 OK です。他の端子もすべて OK です。念のためリレーを調べます。OK です。これも OK です。リレーは2個とも問題ありません。密封されているリレーは劣化しにくいようです。元通り組み立てていきます。
端子は綺麗ですので、錆止めにオイルを塗るだけにします。アイドリングした状態で異常な発熱がないか調べていきます。LEF 回路の基板が一番熱くて80度くらいになります。裏側の IC が熱を持つようです。故障するとしたらこの基板が多いかもしれません。最後にダンピングファクターを確認します。L チャンネルも R チャンネルも80くらいで一致しています。これで本来の性能を回復できました。蓋を開けてみてびっくり驚きの中身です。品質の良い部品がふんだんに使われています。涙型のボリュームノブはコストがかかるはずです。どうやったらこれを5万円で作れるのか不思議ですね。今同じものを作ったら軽く20万円は超えるでしょう。今回 L チャンネルのダンピングファクターに問題が見つかりましたが、劣化したわけではなくて最初からあった問題のようです。問題といっても10近くあるので、ほとんどの人は気づかないと思います。このアンプは設計者のこだわりの塊です。このアンプからどんな音が出てくるのでしょう。次回はこのアンプを測定して実力を検証していきます。ご視聴ありがとうございました。